こんにちは、ボスケです。今日はね、いよいよこの間あった問題についてちょっとお話ししたいと思います。いろいろアドバイスありがとうございました。問題は解決しました。カメラをね、離しても絞りがね、開く状態でいられました。ありがとうございます。Thank you guys for all the advice. I had one problem, you know. The problem is that the stop remains closed when the lens is removed from the camera body. Well, but this problem has been resolved. Thank you. 実はね、それはね、電源をまず入れるじゃないですか。電源を入れてね、その入れたまんま離せばね、よかったですよ。これがね、答えなんですね。ただね、私ね、これね、いろいろ言われてたのにね、なぜかね、電源をね、切ってね、離しちゃってて、でね、いや、うまくいかんぞって言ってたためにね、ちょっとね、多少混乱をきたしてしまって申し訳ありませんでした。ちゃんとね、電源がついてることを確認してね、離したら問題なく、開いたまんまでしたので、まあこれでね、問題なくなったわけなんですけれど、さらにね、一歩進んでね、このね、マニュアルモードで、例えばこうやって F 何にしようかな、 F を 4.5 ぐらいにしましょうか。これで合わせた時にね、プチってね、露出しながら離すとね、うまくいった？ごめんなさい、うまくいってねえや。もう一度やろう。マニュアルモードで露出をね、例えばちょっとね、分かりやすいように11ぐらいにしてシャッターを押しながら離すと、ほら絞れるでしょ。なので自分のね、好きなね、絞りに合わせて離すことも可能なんです。これね、すごい役に立ちました。本当にありがとうございます。でね、この随行のカメラね、F2.8 なんですけれど、本当はね、F2.8 で使いたいんですよね。だってせっかく高級なカメラじゃないですか。これね、結構高いんですよ。でね、私がね、前からね、ちょっと言ってたね、レッドキャット51ね、欲しいなって言ってたんですけれどね、これもね、レッドキャット51と同じくね、口径がね、だいたいレンズの径が52、3ミリぐらいになると思います。ただね、絞っちゃうとね、そのね、レンズの径がね、そこまで使えないっていう意味になりますよね。できるだけ開放で使いたいんですけれど、このレンズで実はね、天体写真って撮ったことがないので、どのようなね、性能になるかちょっとわからないです。ただね、非常にね、オリンパスなので丁寧に作られています。この中にね、SD レンズがね、1枚と ED レンズが4枚入ってたのかな。ということでね、計5枚のね、ED レンズが入ってるわけなので、色白さので補正とかいうのは、なかなかね、レベル高いんじゃねえかなと勝手に思ってるんですが、何せね、誰かね、これの作例とかね、持ってたら紹介してください。本当はね、自分で撮れてね、いろいろ苦戦しながらやるのがいいとは思うんですけれどね。あと、きっと確かだろう情報としては、これ、開いたままにしておくと、例えばね、太陽光が入ってきたら、5センチのレンズでしょ。センサーが傷むわけなんですよね。それでわざとね、電源を切ったら、絞った状態にして、センサーを保護するっていうのがね、目的みたいです。なので、オリンパスさんが意地悪で、わざとね、縮めたわけじゃなくって、これはね、仕様だということなんですね。よかったよかった。これで、CMOS カメラが使えますね。あと、レッドキャット51申し訳ないですが、ちょっとね、購入は見合わせていただきます。これが使えそうなので、これを使っていこうかと思います。さてさて、今度はね、ちょっとね、このフィルターについてもお問い合わせがありました。問い合わせなのかな。この ZWO の ASI294MC は、マイクロフォーサーズのサイズのセンサーがついてますね。ちょっとだけね、厳密に言うと、マイクロフォーサーズのサイズとは違うんですけれど、この対角線の長さが 23.2mm ということで、31.7mm のフィルターが使えるっていうことですね。それがね、大きなメリットですね。他の APS-C だとか、もちろんフルサイズには使えないです。ですのでね、こういった安い 31.7mm の、安いって言っても他のと性能は変わらないですよ。直径が小さいから安いって意味なんですが、こういったね、フィルターが使えます。どういう風に使うかっていうと、このまんまね、このね、付属パーツのリングにこうやってね、ねじ込んでもらってつければいいんですよ。ただね、マイクロフォーサーズのレンズにつけようとすると、マイクロフォーサーズっていうのはちょっとね、フランジバックがね、短いので、これそのままつけれないんですよ。
ですので傷つけないように注意しながら、こうしたものを使ってぐるぐるっと、本当はね専用工具があればいいですけれど、普通持ってないですよね。こうして取り出したのがこの高画カットフィルターとこの 31.7mm のリングですね。この2つをさっきのこのアダプターと組み合わせるわけです。それではね、どのように組み合わせるかっていうと、もともとセンサーの前にね保護ガラスがついてます。これのネジを取っちゃいます。取ったネジはねなくさないように、このようにね袋の中入れておきましょう。で今度はこのね付属のアダプターをこの上に乗っけますね。でこのね 8mm の長さの M2 ネジをちょっと用意してもらって、4本用意してもらう必要がありますが、取り付けます。で4本のネジを軽く締めたら、この上にねこのようにフィルターを合わせます。でその上にフィルターから外したねこの留めネジなんていうのかな、これをはめます。このようにねしっかりとね締めたらそれで完了です。で奥まで回したら最後にしっかりと締める。はい、これでねフィルターの設置完了です。本当はねフィルターはね全面につけた方がいいと思うんですけれど、例えばね全面につけられない場合っていうのは、広角レンズの場合、最近はね広角レンズ専用の光外カットフィルターもあるみたいなんですけれど、基本的にはだいたいね焦点距離が150とか 100mm 以上だったかなの場合は、フィルターはね全面につけずにこっち側につけた方がいいと言われてますが、こっち側にねつける場合もそれまたねちょっとだけ問題があって、やっぱりね最後航路の中にガラスが入るわけですよね。そのガラスの分だけちょっとだけ周差が含まれたり、あとハロの原因になったりするということです。ということでやっとこの問題が解決できたので、次はねようやくパソコンを開封して、パソコンにこのソフトをインストールして移してね試写していきたいと思ってますが、パソコンのねセットアップまではね皆さんあんまり見てもしゃあないですよね。ということで今回の動画はちょっと変な動画ですが、ここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。